こんにちは、メイです。私の日本語ポッドキャストへようこそ。皆さんは日本に行ったことがありますか？もしかしたら日本に住んでる人もいるかもしれませんね。今日のビデオでは私が日本に行って困ったことを3つ紹介します。ビデオの最後で私が使った文法やボキャブラリーを紹介するレッスンをやるので、最後までぜひ見てください。私は日本で生まれて育ちましたが、今はアメリカに住んでいます。最後に日本に行ったのは2年前です。その時に日本でとても困ったことを3つお話しします。まず1つ目、ゴミ箱がなかったこと。これは日本について知ってる皆さんとか、日本に行ったことがある人は多分聞いたことがあると思います。日本は本当に街にゴミ箱がないです。ちょっとあるんだけど少ないです。私が住んでるアメリカはゴミ箱がたくさんあります。便利です。皆さんが住んでるところはどうですか？ゴミ箱ありますか？でもやっぱり私は日本で生まれて育ったので、どこにゴミ箱があるかは分かってるつもりだったんです。私のアドバイスは、ゴミ箱は駅、コンビニ、そしてトイレにあります。でもね、2年前に日本に行った時はゴミ箱がここからもなくなってました。いつも使っていた駅に行ったら置いてあったゴミ箱がなくなってました。それでペットボトルと缶のこういうこの小さいゴミ箱だけありました。とっても困りました。これトイレもコンビニも一緒で、ゴミ箱がすごく少なくなってました。コンビニの中に小さいゴミ箱を見つけたんですけど、本当に蓋が本当に小さくて、小さいゴミしか入りませんでした。しかもゴミ箱のこの蓋のところにね、コンビニの中で買ったもののゴミ以外は捨てないでくださいって書いてありました。すごいですね。だから日本人の私も困るぐらいゴミ箱がありませんでした。皆さんどうしてるんですかね？日本に行くときは気をつけてください。ゴミ箱を頑張って探してください。次に困ったこと2つ目、お金もクレジットカードも使えないことがあった。日本もやっぱりパンデミックの影響で、パンデミックのせいで電子マネーって言うんですけど、電子マネーってクレジットカードとかお金を払うアプリとかですね、
電子マネーしか使えないお店も増えました。お金は使えません。パンデミックの前は日本は現金社会って言われてて、お金で払えるけどクレジットカードは使えませんっていうところが多かったんですね。だから私も日本語のクラスで日本ではクレジットカードを使えないところが多いので絶対お金を持って行ってくださいって言ってたんですね。で、今はパンデミックの後でアメリカでもそうなんですけど電子マネー、クレジットカードとかアプリしか使えないところが結構増えました。なので私は日本に行った時このクレジットカードを使ってたんですけど、たまに外国のクレジットカードが使えないところもありました。だからお金も使えないしクレジットカードも使えないし本当に大変でした。で、私はお金を払うアプリを持っていなかったのでとっても困りました。なので皆さん日本に行くときはお金とクレジットカードとお金を払うアプリもあった方がいいと思います。最後に3つ目、ベビーカーとか車椅子で行けないところがあった。これは私は2年前私の子供と一緒に日本に行ったのでベビーカー、わかりますか？ベビーカー、これですを持って行きました。それで初めてベビーカーを日本で使ったから分かったんですけど、ベビーカーとか車椅子で行けないところがありました。例えば東京に車で行った時に地下の駐車場に車を止めました。そこで車を地下に止めたので上に行って外に出ないといけなかったんですけど、それが階段しかありませんでした。結構長い階段ですね。なので一回子供をベビーカーから下ろしてベビーカーを畳んで持って階段を上りました。これは車椅子の方は本当に大変ですよね。エレベーターがなかったので。なのでこれは本当に良くないと思うんですが、特に車椅子を使ってる人は、日本でどこかお出かけするときにちゃんと通れるかよくチェックした方がいいと思います。はい。ではこの3つが私が2年前に日本に行った時に特に困ったことでした。実はまた今度日本に行く予定があるのでまたこれがどうなってるかチェックして皆さんにお話しします。皆さんも日本に行った時に困ったことがあったらぜひコメントで教えてください。In this video, I used some potential form verbs such as 払える meaning I can pay or 通れない meaning cannot go through. By using verb potential forms, you can express ability and possibility, right? Let's see some example sentences. このお店ではお金もクレジットカードも使えない。
このお店ではお金もクレジットカードも使えない。この道は車椅子で通れます。この道は車椅子で通れます。来年やっと日本に行けます。来年やっと日本に行けます。Now let's practice conjugation. Like other verb conjugations, the rules differ depending on the type of verbs. The first group is often called class 1 verbs or U verbs. These verbs are the ones where their dictionary forms end with U. For example, 使う、払う、通る、話す。To make these verbs into potential forms, just drop the final U and add eru. So, drop the final U and add eru. 使える Drop the final U and add eru. 払える通れる話せる Next, for class 2 verbs or root verbs, their dictionary forms end with either eru or iru. For example, 食べる見る着る For these verbs, replace the final ru with られる So, replace the final ru with られる食べられるReplace the final ru with られる見られる着られる Right? Finally, there are irregular verbs which are 来る and する These two you just need to memorize 来る is going to be 来られるする is going to be できる Alright, let's see some more examples 日本語が少し話せます。私は日本語が少し話せます。納豆が食べられます。私は納豆が食べられます。料理ができますか？料理ができますか？ Next, this is an expression to give some advice in Japanese. 方がいいです which means it is better to, you should, or something like that. The form of these sentences is plain past tense verb plus 方がいい or 方がいいです Let's see some examples. 彼はもっと野菜を食べた方がいい。彼はもっと野菜を食べた方がいい。バスで行った方がいいです。バスで行った方がいいです。日本では支払いアプリがあった方がいい。日本では支払いアプリがあった方がいい。Alright, now let's review some useful vocabulary. ことがある。ことがある。イギリスに行ったことがありますか？もしかしたらかもしれない。もしかしたらかもしれない。彼はもしかしたら日本に住んでいるかもしれない。困る。困る。クレジットカードが使えなかったので困った。最後にしたのは最後に京都に行ったのは2年前です。便利だ。便利だ。支払いアプリは便利です。で、生まれ育った。で、生まれ育った。インドで生まれ育ちました。置く。置く。もっとゴミ箱を置いてください。
以外プラスチック以外のゴミを捨てないでくださいの影響で増えるパンデミックの影響でテレワークが増えたパンデミックの影響でテレワークが増えた払う支払いアプリで払います現金社会日本はまだまだ現金社会だ外国のクレジットカードは使えません止めるあの駐車場に車を止めてください通るここは車椅子で通れますか Okay, thank you so much for watching my podcast this far. If you liked it, please like the video and subscribe my channel. And I'll see you in my next video. じゃあまた。